こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくねポップな雰囲気のイラストですよね。ミジンコなんですよさんの作品で、タイトルはシナモンミク。斉藤直樹さんはじめまして。この絵はもともと前に描いていた絵をセルフ添削したやつなのですが、前のやつより評価があまりつかずモヤモヤしています。そこで私がこれが原因なのかなと思った部分として、1、線のバランスが悪い、特に目。2、色のコントラストがどこかぼんやりしていてなんだか見づらい。3、どんな絵が描きたいのかはっきりしていないのでストーリー性がない。特に私は線をガシガシ描く癖があるので、これが大きいのかなと思いました。検索してほしい部分は線画、構図、色の色彩やコントラスト、他にもあると思うので、斉藤直樹さんが気になった点をバシバシ指摘していってください。長くなってしまい申し訳ございません。どうかよろしくお願いしますとのことです。はい、とてもね目力があってインパクトがある絵が描けていると思います。評価がつかないっていうことですが、その原因もねそのままにせずに仮説を立てたり、僕にこうして添削を送ってくる取り組み方、素晴らしいと思います。でね、気になった点をバシバシ指摘してくださいっていうことですし、評価があまりつかない原因が分からずにモヤモヤしているっていうことだったので、ちょっと今回はミジンコなんですよさんを信用してズバズバと言っちゃいたいと思います。覚悟して聞いてくださいね。はい、じゃあですね、もう最初に結論言っちゃいます。ミジンコさんが一度描いた絵をセルフ添削して、で満を持して投稿したこのイラスト、おそらくね自分的にはよし完璧だと、いいねつくぞーってね期待しながら投稿したんだと思います。そのイラストがいまいちいいねが伸びない理由は、これねすごくはっきり言っちゃうので傷つかないでくださいね。言いますよ。この絵がいいねが伸びないのは顔が可愛くないと多くの人に思われているからです。はい、結構ねきつい言葉ですよね。わかります。そんなわけねえよ、だって絶対可愛く描けてるもんって思いますよね。はい、今はね自信満々な状態ですから、そう思うでしょう。そう思うのも無理はないんですが、あえて断言します。美少女絵に関しては特になんですが、いいねがつくつかないの原因の 99% はもうね顔なんです。いやいや、そうは言っても俺の場合は別だよ。俺の絵は顔は可愛く描けているから違う部分に原因があるはずなんだよって思っている人まだいると思います。いいえ、勘違いです。顔、もうねとにかく顔なんです。この動画を見ていただければそのことが感覚的に理解していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、でですね、いつもは気を使ってあまりね作者さんが傷つかないだろう場所から添削を進めていくことが多いんですけど、今回は作者さんにモヤモヤしてほしくないですから、一番核心部分から添削をしていきます。キャラクターの可愛さを一番そぎ落としてしまうのは実は顔のパーツのここです。はい、輪郭と鼻、もうねここです。ここ可愛い女の子でいいねを伸ばしたかったら輪郭と鼻にご注意ください。この部分ってねすごく癖が出やすいんです。ほらリアルでもね、これ男でも女でもそうだと思うんですが、マスクつけててね目だけ見たら可愛いかっこいいって思ってたのに、マスク外した瞬間あれ思ってたのと違ったっていうこと正直あるでしょ。そのぐらいこの部分って上の良さを打ち消すには十分な威力があるので、ここの造形は気をつけてください。あとはですね、これ皆さん意外かもしれませんが、色ですね。色が可愛くないというか、ちょっとね古い感じがします。色が古いって皆さん分かりますか？つまりこういうことですね。やってみます。はい、これとこれとこれ
微妙な差に見えるかもしれませんが、ポイントは特に肌色です。検索前はね、黄色みが強い肌色でした。黄色の肌はイエローベース、イエベとか言ったりするんですが、元気で野生的な感じを強調できる肌色です。数年前まではね、こういう肌色が流行っていたんですが、ここ最近はブルーベース、いわゆるブルベ寄りの肌色の方が受けやすい感じがしています。ね、何度も言いますが、どっちが真に可愛いとか、俺はこっちの方が好きだとか、そういう問題じゃないんですよ。単純にこっちの方が流行ってるっていうこと、流行っているっていうのは、つまり多くの人の感覚がこっちを受け入れやすくなっている世の中だということです。なのでもう数年したらこっちの方が主流になり得るんですよ。そこは切り分けて考えていかないと、俺は心から可愛いと思ってるのに世の中が受け入れてくれない、俺はどうせいらない人間なんだみたいにね、ひねくれてしまいがちなので、そこは注意してくださいね。作者さんの好みを否定しているわけではありません。はい、あとは横髪を調整していきます。はい、ですね、横髪は単純にシナモンミクのデザインを見た時に輪郭まですっぽりと覆い隠すようなデザインだったので、ちょっとね伸ばしてデザインを合わせてみました。ただやっぱりこの横髪で輪郭を覆い隠すことによって小顔効果もあったりするので、その点はね元デザインの方が可愛いと多くの人に思われやすいかもしれません。あとはここ大事です。目やってみましょうか。はい、目なんですが、ここはですね、特に漫画とは違う考え方になるんですが、漫画描き慣れている人だと黒目ってね小さく描きがちだと思うんですよ。そっちの方が感情を極端に表しやすいから。でもね、イラストの場合にそれをやっちゃうとちょっと怖く思われがちということが多いです。多分漫画はいろいろなコマとコマがつながって相対的にその人物のイメージを作り上げていけるんですが、イラストだとですね、その1枚だけがこのキャラの判断材料なので、あまり極端なね表情をしていると、その極端な表情がその人そのものに見えちゃって、あんまりね可愛さという意味では良くないのかもしれません。でもこれはね絵柄的な問題もありますね。はい、続き書いていきます。はい、こんな感じで変化しました。ちょっとびっくりしている印象は残したかったので、黒目の上に白目の部分は残してありますが、全体的に黒目を大きく調整した形になっております。あとは記号表現ですね。記号表現、つまりこの汗です。はい、汗の大きさなんですが、もうちょっと端っこに寄せた方がいいかなと思いました。なぜかというとですね、添削前は汗が中央部分に寄っていて、かつ長くね尾を引くようにタラーっと垂れています。ちょっとこれだとですね、表情も相まってボンって出てきたシナモンちゃんを見て、おいおいマジかよ、ありえねえだろっていう感じにドン引きしているような表情に見えます。はい、対して添削後、少しね汗の主張を弱めたことによって、なんか出てきた、やだ可愛いっていうなんだろう、肯定的な驚きに変化したのがお分かりいただけるのではないでしょうか。かなりね細かい部分なんですが、記号表現でそういう意味では表情のね意味合いを大きく変更してしまうパワーがあるので、ここは気をつけなければいけないポイントです。さあ次は前髪とリボン周り、少し調整していきますね。やってみます。はい、こんな感じです。前髪については特に質感ですかね。特にこの濃い色の影と白い細い線のおかげで、なんだろう、ちょっとね硬い感じがしてたんですよね。なのでもう少し影の主張を抑えて、細いハイライトも太くしてあげた方が髪の毛が柔らかくなる感じがすると思います。はい、同じようにツインテールの結び目も修正してみます。
はい、ツインテの結び目はもうちょっとボリュームがあった方が可愛いかもしれないですね。そして塗りについても影と白い線を取って柔らかさをプラスしました。ついついねクオリティを上げるために書き込みを増やしたくなっちゃうんですけど、こういう引き算の作業もね実は意味があったりします。覚えておいてください。あと細かいですが眉毛、はい、眉毛はですね結構怪げな表情をしていたので、単純に驚いているような眉毛にしました。1本のね細い線でもいいですし、ある程度太さがあってもいいです。そこは好みですね。はい、顔についてここまで添削してきましたが、最初の状態と今の状態、さあどうでしょうか。さっきね僕は美少女イラストに関していいねが伸びないのは顔が可愛くないからと多くの人に思われているからと言いました。ここでねポイントなのは多くの人に思われているの部分です。決してねこの子が可愛くないからというわけじゃありません。それってどう違うのって思うかもしれませんが、大違いです。いいねが伸びるか伸びないかというのは、要するに多くの人が可愛いと思ったかどうかが影響してきます。つまりねこれは極端な話をすると、作者が心から可愛いと思ったかどうかは関係ないんです。実際にねこの子こんな風にギョッとするような、そういうね人間臭さがあって、僕はね結構好きです、この顔。ただ多くの人に可愛いと思われるためにはもうちょっと癖をとって万人受けするような味付けにする必要があるってことです。こういう時に僕がよく例えに出すのがパクチー入れすぎな料理。はい、パクチーってね好きな人は好きなんですが嫌いな人は多いじゃないですか。でも俺はこれが好きなんだって言って自分の好みのままにパクチーを入れるのは、それは自由なんですが、そうすると多くの人にとっては食べにくい料理になってしまいます。この絵で言うとこの輪郭とか、あとは唇の表現ね、これも結構独特ですよね。あとは目のねこういう引くついている感じとか、こういうのはパクチーだと感じてしまいます。あくまでもねいいねを意識する場合にはという前置きは忘れないでほしいですが、その場合にはパクチーを入れるにしてもほんのちょっとだけでいいっていうことです。これはね押さえておいてください。はい、続きやっていきます。次はね首がちょっと太いと思います。ここも調整します。はい、こんな感じ。おそらくね、作者さんは観察眼が鋭い方なので、人体のバランスに関してはリアルな人体から学ばれているような感じがします。リアル表現ではこの描き方で問題ないんですが、デフォルメの場合には、首は思ったよりも細く描いてあげた方が素直に可愛いと思われやすいです。はい、首に合わせて首元、そして体についても少しバランスを調整していきます。はい、こんな感じです。あとはちょっと細かいですが、ここも調整します。はい、ツインテの輪っかをカラフルにしました。結構ね色のサイドって可愛さを強調するためのツールに使えるんですよね。このピンクが鮮やかな感じがなんか可愛いってね、ニクちゃんの可愛さを引き立ててくれる感じがします。はい、そしたら次はシナモンなんですが、これもごめんなさい、顔のバランスがですね可愛くなっていないと思います。でもねへこまないでくださいね。むしろこういう小動物的な単純なキャラクターの方が顔のバランスを可愛く描くのってめちゃくちゃ難しいんですよ。人間は可愛く描けるけどシナモンは可愛く描けないっていう人も珍しくないんじゃないでしょうか。そのぐらい描くのが難しいキャラなので、そこはねフォローさせていただきます。はい、まずは目と鼻のバランスを整えていきましょう。はい、こんな感じなんですが、これはですね人によって同じじゃんって思うかもしれないですが、こういうシンプルな生き物の顔のバランスにこそ古い新しいって出るんですよね。検索前は聖剣伝説2の頃のラビっていう感じなんですが、分かりますでしょうか。分かりやすいところで言うと口がですね、極端な話こんな感じの口に見えてるんですけど、シナモンちゃんはどっちかっていうとこうなんですよね。結構
構ね細かいこと言ってるんですけど、これは大事なポイントです。あとは耳のサイズが若干大きいので調整します。あとはリボンですね、ここも若干調整します。それと体がねちょっと大きいですね。ここは可愛さに直結するので、ここも調整しましょう。はい、体を小さくしましたね。結構違うでしょ。で最後、文字とエフェクトが消えてしまったので書き加えていきます。はい、状況としてはミクちゃんの腕の中に急にポンってね現れたシナモン、そういう状況なんじゃないでしょうか。はい、シチュエーションが想像しやすいように文字とエフェクトははっきりめに調整してみました。といったところで今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。結構ね構図はそのままなんですけども、顔を中心に修正したことでかなりね可愛さを引き出せたのではないでしょうか。はい、今回の添削は美少女イラストのいいねが増えないのは原因は顔だよっていうことで、作者さんの希望もあってのことなんですが、結構ねズバズバと指摘させていただきました。いかがだったでしょうか。もちろんねいいねされる絵だけを目指すべきかっていうと全然そんなことはありません。自分の好みを詰め込んでねガンガンパクチーぶち込みまくる絵っていうのも描いてて楽しいですし、むしろそれを目的にした方が楽しいことが多いです。てかほとんどの場合にはそっちの方がいいでしょう。ですが心の一方ではね、とは言っても頑張ったんだから評価もされたいって思ってしまうのが人の心だと思います。そのためには今日紹介した顔を引き立てるテクニック活かしてみてくださいね。はい、ただですね、これを見ている皆さんの中には本当の初心者で今聞いた話を実行する前の段階なんだよ、もっと初心者に特化した顔の描き方のコツってないのっていう人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、初心者上達法10分でマックス村井さんを絵馬にしてみたをご覧ください。マックス村井さんをはじめお絵描き初心者の社員さんに10分で絵を上手くなれるテクニックを伝授した動画です。実際にね絵がめちゃくちゃ上手くなっていましたので効果抜群だと思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。